まずは本動画の結論から。アドリブ演奏の初心者の皆さんはフレーズを覚えるのではなく、1本の弦で C メジャースケールの練習をしましょう。1本の弦で C メジャースケールの練習をしましょう。こんにちは、永井です。今回はアドリブ演奏初心者の方にまず取り組んでいただきたい練習、ユニターの科学を軸に具体的な練習方法について必要性を開示しつつ解説をしていきます。このユニターの科学とは、ただ1本の弦のみで演奏する非常にシンプルな練習方法となりますが、どのような点に注意し、どのように練習していくべきなのかを段階的に紹介していくので、ぜひ最後までご視聴いただけると嬉しいです。また今回の企画はシリーズ的な動画を予定しているので、まだチャンネル登録がお済みでない方はチャンネル登録をして続編の動画を見逃さないようにしていただければと思います。またいつでも動画を見直せるようにいいねで保存しておいてくださいね。それではまずはユニターの科学について解説をしていきたいと思います。ユニターの科学とは、ギター専任ミック・グッドリック氏の著書 The Advanced Guitarist に掲載された練習方法の一つで、1本の弦にて演奏練習をするといった非常にシンプルな練習方法です。独自な位置づけにあるこの教則本は、演奏例などの掲載はほとんどなく、さらに内容が曖昧で読者の想像力が問われる癖の強い一冊として非常に有名でございますけれども、かつては日本版で出版されたりもしていましたね。しかしですね、要点を理解することで非常に優れた練習をすることが可能になります。気になる方はですね、ぜひ概要欄にリンクを貼っておきますので、参考にしてみてもらえればと思います。早速ですが、アドリブ演奏について少し考えてみたいと思います。アドリブ演奏とは、個人的にスピーチや会話に近いような感覚で、内容を決めたら言語を使って自由に構文をして話すことを意味すると思います。これを音楽的な視点に変換すると、曲を決めたら音を使って自由にメロディーの創作をして演奏すると解釈できるでしょう。音楽の構造について改めて考えたテンポ感の練習に関する動画を少し前に公開しているので、そちらも参照していただきたいんですが、簡単にまとめると、ほとんどの音楽はどのタイミングでどの音を演奏するかといった縦軸と横軸の2つの要因によって構成されています。先ほどのスピーチの感覚で想像してみましょう。例えば人前で母国語以外の言語でスピーチをすることになった場合は、文章を作って専門家に添削をしてもらい、良い文章を的確なイントネーションで喋れるように努めると思います。これは既存のメロディーを美しく演奏するといった感覚に近く、絶対とは言えませんが、クラシックなどは語弊を恐れずに言うとこのような部類になるかと思います。では母国語以外の言語で数人と対話をすることになった場合はどうでしょう。ある程度話すトピックは決まっているかもしれませんが、そのトピックから外れて予期していなかった話題に進む場合もあります。これはスピーチの内容を暗記するだけでは対処することは難しいでしょう。これがアドリブ演奏の感覚に近く、アドリブの演奏はスピーチでもあり対話でもあると言えるでしょう。フレーズの暗記に頼った結果、そのシチュエーションでは的確な言い回しができたとしてもですね、他のシチュエーションに対する言語力と対応能力が身につきません。ある程度ご自身が何を話しているのかを理解できるのであれば、既存のフレーズのアイデアを採用してみるのもいいと思いますが、初心者のうちからフレーズを覚えてアドリブ演奏のスキルを構築するのは満足感を覚えやすいとは思うんですけれども、個人的にはお勧めできません。それでは、私個人のですね、持つアドリブ演奏の概念を理解いただいたところで、実践的な練習について解説していきたいと思います。まず何よりも重要なのは、ご自身の楽器を理解すること。今回はギターの指板上の音の理解といった観点で、ご自身の楽器の理解を深めることを意味しています。具体的な練習方法ですが、今回紹介している1本弦のみを演奏する練習を通じて、全ての弦にて C メジャースケールのみを利用し、アドリブでメロディーの創作ができるようにすることを目標にしていきましょう。そうすることで、ピアノなどの鍵盤楽器における発見をギターの指板上に見出すことが可能となります。アドリブの作り方をさらに知りたいという方は、コメントや高評価にてフィードバックをお願いします。これは非常に重要なアドリブ演奏スキル構築のスタートとなるでしょう。さらに深い理由などは動画の尺の都合上、また別の機会にお話ししたいと思いますが、とにかく C メジャースケールを音内容と一緒に理解するように練習するようにしましょう。またアドリブ演奏練習の際に使う伴奏は C メジャー7と G ドミナント7 sus4 の2種類のコードを利用するようにしましょう。
指板の音の理解に次いで期待できるのが、楽器の演奏において最も重要となる拍に合わせて動作をする感覚の強化です。今回紹介していく練習は1本の弦で演奏にのみ集中するので、演奏に必要ないくつかのセンサー一つ一つにフォーカスすることを可能とします。そのためしっかりとした練習体験を可能にするでしょう。また拍に対してのリアクション、リズム感覚の強化も可能でしょう。リズム感の強化は拍の感覚を強化してから練習を実践してもらうと良い結果を得られると思います。拍感覚の推移としてまず目標になるのが1、2、3、4と口や心の中でカウントすることなく小節が推移する感覚を感じられるようになることです。そしてメトロノームの設定を1拍のみに設定して安定した演奏ができるかどうかといった観点もいい目標と言えるでしょう。今回の1本弦のみの演奏練習を通じてピックを弦に当てる角度を研究するのも良いです。ピックを弦に当てる角度によって音色が変化することに気づくことで、ご自身の演奏される楽器の理解をさらに深めることになるでしょう。またピックの角度の研究と同様に弦のどの位置を演奏するのかを検証するのも非常に良い練習となるでしょう。これも先ほどのピックの角度と同様、演奏表現において非常に重要な音色を決定づける要素なので侮れません。フィンガリングの表現力を追求することも可能です。1本の弦での演奏練習で可能なのはスラーの表現の追求でグリッサンド、ハンマリング、プリング、ベンドなどによる演奏表現の練習を可能とするので、右手の演奏練習と同じように今回の練習を通じて左手による演奏能力向上にもトライするようにしてみましょう。今回は地味でありながら音楽演奏において非常に重要な要点を一気に練習することのできるユニターの科学を参照しつつ、独断と偏見で練習の要点について解説してきましたがいかがでしたでしょうか。シンプルな練習なのでご自身の得意な点や不得意な点をしっかりと理解することを可能とします。このような気づきは能力向上に大変役立つものだと思います。このようなアドリブ演奏練習の向上に役立つ練習方法をもっと知りたいといった方はですね、ぜひコメントや高評価にてフィードバックをいただけると嬉しいです。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。